セスチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。フォトグラファーとジャーナリストの首藤玲です。ベースがストリートスナップを撮ってまして、ベースは東京なんですけども、コレクションがあるシーズンはパリに行ったりとかして、ランウェイとオフランウェイ両方のスナップを撮ってます。ファッションのその得た知見をもとに、ジャーナリストとして書いたりとか、講演をしたりとか、セミナーしたりとかやってます。2004年から始まって、で、その前は、ストリートフルーツチューンという雑誌にいたんですけども、2008年独立して、今までやってるので長い来年で20周年ですかねね、あっという間でした。元祖っていうんですかね、そのブログとかで言われた元祖なイメージが。そうですね、第一世代ではありますね。ちょうど、ブログが盛り上がって、みんながスイートスナップを取り始めたのが2008年とかなので、その世代と一緒です。須藤さんがファッションに目覚めたきっかけ。そうですね、もともと好きではあったんですけども、そこまでみんなと同じくらいの普通の好き具合で、いよいよのめり込むようになったのはやっぱりストリートスナップを始めてからですね。本当にもらい事故みたいなもんなんですけど2004年に急にその頃ストリートフルーツチューンという雑誌があったんですけども、そこのボスから声がかかって、で、ストリートスナップのカメラマンになってって言われたのがきっかけです。だから本当それまでカメラとか触ったこともないし、ましてやカメラマンになりたいと思ったこともないし、もうカメラの使い方も分かってなかったようなタイミングだったんですけど、なぜか声かけられて、ノーと言えるわけではないのでイエスと言ったら始まっていったって感じですかね。いや本当に人生何があるかわからないから、何だろうな、何かあった時にすぐ乗れる体制でいた方がいいなっていうのをつくづく思っています。やっぱりもう人生の転機です。大きな転機ですね。ちなみに一番最初に撮った方のことって覚えてます。もともとそのカメラ、フィルムで撮ってたんですけど、その昔のボスのこだわりで、最初の1本が多分テストだったんですよ、私にとって。でこのテストで面白いもの撮ってきたら本採用みたいなことを多分ボスが思ってた時に、一番最初というかその1本で覚えているのが、表参道でルイ・ヴィトンがあると思うんですけども、そこができるタイミングだったんですよ。でその時にトレンチコートを着ててめっちゃかっこいいおじいさんくらいの年代の方が、ちょっと大学のいいおじさんがいて、なんかそのコートが破れてたんですよ、ボロって。それがすっごいかっこよくって、声かけて撮ったら、実は聞けばその後なんか人がムラムラって群がって、なんだろうって思って、いいやと思って、じゃあみたいな感じだったんですけど、ルイ・ヴィトンの照明のデザイナーさんだったんですよね。後から聞いたって。だからあんなにお付きの人がいたんだっていうその頃そのおじさんしか見てなかったから気づいてなかったんですけど、結構黒服っぽい人がちょこちょこっていった感じですかね。すごい、最初ファーストコンタクトがすごかったっていうことで知らないボロボロのおじさんだったっていう幸先が日本人ではなかった。海外の方です。そう今までの撮影で何か印象に残っている街だった。でもやっぱり一番行ってるのはパリなので、パリかな、好きなのはというか思い出に残ってるのは。パリの曲ってありますか？うちもパリでファッションなんです。そうですよね。そうですよね。なんだろう、街が美しいっていうのと、マダムがかっこいい街だなっていう感じはしますね。大人の女性が輝ける街だなっていう気はします。そうですね。うちもちょっとファッションスナップやってるんですけど、マダムがみんなかっこいいというか。ですよね。びっくりするんですよ。世界で一番マダムがかっこいい国だと思います。サングラスバキッと決めて颯爽と歩いてるというか。なんかファッションスナップで誰か一人フォーカスしてるんですけど、なんか後ろ撮ってる人までみんなおしゃれなんですよ。そうなんですよね。漏れなくおしゃれなんですよね。あとでも着てるものがそんなおしゃれっていうわけではなくて、なんか佇まいがおしゃれ、人としておしゃれな人が多いなっていう印象です。自分自身が確立して自信がある女性が多いんだろうなって、だからかっこよく年を取れる街なのかなって感じはしてます。今ストリートスナップお仕事でやられてると、その原動力ってなんですかね、パリコレの場合はちょっと忙しいからコミュニケーション取る時間はないんですけど、東京の場合は撮ったらその人たちとお話をする機会が結構あって、アンケートを取ってるので、その時にその人の人生の片鱗みたいなのを伺える
っていう時がすごい面白いなって。本当だったら出会わない人の人生の一部を見せてもらえるっていうのは、そのジャーナリストとしてすごくやりがいがあるし面白いなって思います。例えばすごいパンキッシュな顔をした子が今からおばあちゃん家に電球取り替えに行くんだよねみたいな話とかしたりとか、あとはちょうど撮った日がそのアパレル人生20何年の最後の日とかに立ち会えたとかがあるとすごく面白いなって思いますね。そんな人生の瞬間に立ち会えるというか、立ち会えます素ね。敵なお仕事だ。あとはターニングポイントだったりとか、あとはちょうどその同じ人を何回か撮らせてもらうことってやっぱり街にいるとあるので、その人のすごい悩んでる時に立ち会った時もあるし、それが晴れた時に立ち会ったこともあるしとか、例えばずっとコモディ・ギャルソンに働きたい男の子がいたんですよ。でも毎回面接に落ちてて、ずっとその話を聞いてて、またダメだったんですよ、次あるよ次あるよみたいなこと言ってて、会った時に受かりましたとかの時はもうキューンってなったりとかしますね。あと面白いのがストリートスナップの距離感で独特で、そんなにその人の人生に入り込んでるのに彼がどこに住んでるか知らないとか、彼が普段何してるか知らないとか、割とその距離感が普通の友達でもないし知り合いでもないし、でも、家族以上のことを知っていたりもするっていうすごい不思議な距離感なんですよね。ファッションだけじゃなくて、表情とかそれこそパリの方の佇まいだとかおっしゃってましたけど、そういう部分を見てこれをしてますか？そうですね、服以外のところを見ちゃう時あります。例えば東京の男の子とか多いんですけど、ちょっとトゥーマッチな感じ、そんなに帽子何個もかぶらんでもどうなのみたいなとか、ここまでガチャガチャしなくてもいいのになって思いはするんだけども、めちゃめちゃ楽しそうとか、好きな服着て幸せみたいな感じの子がいるとやっぱり声かけちゃいます。その服着て幸せ感に魅力を感じるというか、スタイリングそのものというよりもはありますね。ストリートスナップをある上で、絶対に崩さない仕事上でのマイルール。そうですね、これは本当に仕事の幅を狭めていると思うんですけども、好きな人しか撮らないってところですね。これ撮ってあれ撮ってこの人おしゃれだよって言われた人はその人が思うおしゃれなわけで、私の基軸ではないから、その言われたものを撮るってことはしないかなっていう。すごい頑固だと思う。やっぱり嘘はつけないなと思うので、そこは守ってます。ファッションについて自分のスタイル、こだわりって何かなってこだわらないっていうのはこだわりかなと。例えば洋服って当たり前ですけど、似合うものを買うじゃないですか。好きなものとか似合うもの、あえて似合わなさそうなものとか好きじゃないものとかをあえて買うっていう、多分こだわりがあると自分の好きなものとか似合うものだけに固執してしまうと思うんですけど、好きなもの似合うものにこだわらないでいろんなものを見て取り入れるようにはしています。先入観持たないで、自分がいいなと思ったものというか、自分がいいなと思わないものに関してももう一応見とくみたいな。死ぬまでに全てのファッションを見切りたいから、いろんなものを見ていきたい。ちなみに今一番気になってるものとかありますか？なんだろう、ベルト。今まではあんまベルトしてこなかったんですけど、ベルトでコートの上とかジャケットの上とかのベルト使いをちょっとやってみたいなって、ちょっと秋冬始まったってこともあるんで、ちょっと今気になってます。マルジェラの旅シリーズで本日のそうですね。と思うんですけれども、マルジェラの魅力を教えていただきたい。マルジェラの魅力、本当昔から旅ブーツは好きなんですけども、既視感のあるものに違和感を持たせれるっていうことかな。当たり前のことをちょっと当たり前じゃなくさせるっていうか、普通に見えるんだけどもよく見たらなんか変だなとか、見方をちょっとずらした見方で物事を捉える、クリエーションしているところが好きだなと思います。旅シリーズいくつか持ってるっていう話。持ってる。今どれぐらい20足以上多分あると思います。それこそ本当に2004年くらいからずっと集めてて、でパリコレ行ってご褒美で自分がちゃんと嘘偽りなく 100% の力を出せたぞっていう時はお買い物するようにしてて、旅ブーツ買うようにしてるので、それでこうやってるうちに増えてきました。
その証で20足。そう頑張った証みたいな。じゃあちょうどもうあれですかね、20周年ぐらい。そうですね。もう毎年1足じゃあもう活動してる。でもストイックすぎるところもあるので、やりきれなかったなとかの時は買わないです。なんかちなみにその中で最近買ってなんかお気に入りの旅ブーツってどうなの？最近買ったのは白のショートブーツで、ヒールがちょっとちっちゃい3センチくらいのやつですかね。でも白だからなんか汚したら嫌だなと思いすぎてあんま履けない。履きたいんですけどね。ちょっとさっきの質問とかぶっちゃうんですけど、はい、海外と日本のファッションの違いについて感じることがあるか結構いろいろ要素があるんですけど、レイヤードが上手な国だなっていう感じ。重ね着とかあとはディテールが細かいところ、あとはジェンダーレスが結構進んでいるっていうところとかですかねが一番特徴的かな。テクニシャンっていうんですかね、テクニックを持った人がすごい多いなっていう感じがします。創意工夫をする感じですかね。でこれなんでなんだろうって思ってたら、例えば海外の洋服とかだったらサイズが合わないとか、やっぱ日本人だと大きさが違ったりするので、サイズが合わない服をどう着るかっていうと、じゃあここまくってみようかなとか、襟抜いてみようかな、そうすると大きいのでも着れるなとかもで、創意工夫をしているのかなっていうのもあるし、海外の人って1枚で似合うじゃないですか。バシッとくるみたいなシンプルな服でも。日本人の場合体型もちょっと違うから、バシッと来ない時にじゃあどうするかっていうのにレイヤードしてみよう、あれ着てみよう、ちょっと着崩してみようみたいな感じがあるから、なんかこう創意工夫が上手なのかなって。あともう一つ、ミクスチャー、いろんな要素をミックスするのがすごい得意な国だなっていう感じはしますね。サンプリングっていうんですかね。それがすっごい上手だなって思いますね。多分ミクスチャーを始めたの日本人だと思います、私。ずっと撮ってる中で撮り始めた時はそういう、外しとかミクスチャーっていうカルチャーは海外にはなかった気がします。言うてもだってスニーカー履いてる人いなかったもん、パリコレで。なのにいきなり履き始めて、モードなものにスニーカーみたいなとかが始まったのも結構遅かったかなって気がします。合わせる文化っていうのはやっぱ日本発祥だった。日本の方が早かったし優れていたなっていう気がしますね。はい。ちょっとかぶっちゃうかもしれないですけど、東京ならでは。東京はキッズが元気。キッズのファッション見てるのがめちゃめちゃ面白いなと思いますね。なんかそう大人の人もすごく素敵なんですけども、キッズのファッションに対するこの情熱の強さは東京の特徴の一つかなって思ってます。そうさんのスナップとか見てて、高校生の子が結構出てる。すごいんですよ、本当におしゃれさん。いや本当に熱量高い人多いなと思いますね。でもそんな若いうちから情熱を注げるっていうのがちょっとすごいなって思うんですよ。すごいですよね、ゲームとかじゃなくて。東京ならではなんですよね。と思いますね。海外のキッズはそこまででもないって感じですかね。おしゃれはおしゃれだけど、もうちょっと上かな、20代とかになってからの方がお洋服着始めるイメージですかね。だからそこまで没頭できる何かがあるのはすごく美しいことだなと思いますね。これが東京の魅力。また次9月末かな、パリコレがあって、パリコレ行くんですけど、そこで撮ったストリートスナップをもとにこういう感じの、オンラインセミナー、ファッションのオンラインセミナーをやるので、よかったらぜひぜひ参加してもらえたらなと思います。多分11月末くらいにセミナーやるんですけども、これもストリートの写真が何枚だろう、大抵300、400枚見える面白いセミナーになっているので、ぜひ参加してもらえたらなと思います。ワンピースではなくて、子供用のバーバリーのコートなんですよね。これだけで映画に出てくるんじゃないかくらいな。これとかめちゃめちゃかっこよくないですか？これは多分ビビアン・ウェストウッドの紹介状だと思います。はい、できた。